はい、皆さんこんにちは。DIY チャレンジのヒデです。今日はですね、こちらマツダのスクラムトラック、型式が EBD-DG63T ですね。当時のですね、スズキのキャリートラック DA63T のOEM の車となります。こちらの車両のですね、ジャッキアップポイント、こちらの方をですね、考察していきたいと思います。これね、ちょっと後ろが冷凍冷蔵車になってるんですけれども、下回りの方はね、何ら他の、平ボデのキャリー、スクラムトラックとですね、変わりありませんので、ジャッキポイントには変わりがありません。ですから、その下回りの方ですね、皆さんと一緒に、ご覧いただければと思います。それではですね、早速純正のジャッキポイントからですね、原車の方を見ていきたいと思います。それではアングル変わります。はい、こちら取扱説明書を抜粋させてもらいました。フロントなんですけれども、後で実車見ていただきますけれども、このロアアームの付け根のですね、ちょっとした逆三角形になってるですね、ところがありまして、こちらがですね、純正のこのパンタグラフジャッキのですね、ジャッキアップポイントとなります。はい、それではですね、ちょっと動かしまして、リアの方なんですけれども、すいません、リアに関しましては、この足回りの付け根ですね、ちょうどこの板バネの真ん中あたりの支柱になっているところですね、こちらの下あたりがですね、少しくぼんでいるところがあるんですね。これを実車見ていただければと思いますけれども、こちらがパンタグラフジャッキのジャッキアップポイントとなりますので、一応前後そういった形のパンタグラフの、ジャッキでのジャッキアップポイントですね、こちら一応指定となっておりますので、ご覧いただければと思います。はい、それではアングルが変わります。はい、それではですね、下潜っていきたいと思います。はい、こちらですね、ちょっと黄色く塗料で、塗ってあるところ分かりますでしょうか。ここがですね、ロアアームなんですね。ロアアームのこちら、付け根のところでですね、この逆三角形の形したところですね、ここが、純正のパンタグラフジャッキのジャッキポイントとなるということですね。はい、こちらメーカー指定なのでここで間違いありませんので、パンタグラフジャッキの場合はですね、こちらに、かけていただければと思います。はい、それではですね、リアの方行きたいと思います。はい、リアの方を見ていきたいと思います。はい、こちらですね、ここもやっぱり黄色く僕塗装したんですけれども、分かりますでしょうか。ここのですね、板バネのちょうど真ん中あたりになるところですね、ここの下、ちょっとね、こうくぼんでるんです、ごめんなさい、くぼんでるんですけれどね、ここを、純正の、パンタグラフジャッキのジャッキアップポイントですね、こちらになります。はい、他にもね、大丈夫なところはあると思うんですけれども、一応、今の2点がですね、メーカー指定の場所となりますので、ここに、パンタグラフのジャッキをかければ間違いはないと思います。はい、それではですね、今度ガレージジャッキのジャッキアップポイントを考察していきたいと思います。はい、次はですね、ガレージジャッキでのジャッキアップポイントの方ですね、こちらのテキストを見て、ご紹介していきたいと思います。ちなみにフロントはですね、こちらになりますね。こちらのフレームっていうんですかね、サスペンションフレームですね。こちらの真ん中、この辺りをジャッキアップポイントとして、もらえればということですね。こんな形で当てるようです。で、リアの方なんですけれども、こちらデファレンシャル、デフですね。こちらの方がジャッキアップポイントとなります。ちょうどこうね、デフのあり真ん中になりますので、バランスもよろしいかと思います。フロントはですね、印がない分ですね、真ん中を、目指して、一応皿を当てるような形にですね、していただければと。どちらかに片方に寄っちゃうとですね、ずるずるっと、なってしまう恐れがありますので、真ん中をですね、刺していただければと思います。それではですね、ちょっと原車の方も見ていきたいと思います。はい、じゃあ原車の下行きます。はい、もうすぐのところですね、ここの今黄色く塗ってあるんですけれども、このプラスチックのカバーの後ろのですね、このバーですね、こちらがジャッキアップポイントとなります。目印はないので、真ん中を一応推測してですね、真ん中当ててあげていただければと思います。はい、フロントはこんな感じになります。今度リア行きます。はい、次はリアの方のですね、説明です。
こちらもう出分ね、思いっきり、分かりやすいところにありまして、今黄色く塗ってある場所ですね、ここがですね、ガレージジャッキでのジャッキアップポイントとなりますので、ここは非常に分かりやすいかと思います。はい。それではですね、今日、スクラムトラック、キャリートラックも全く一緒です。の、ジャッキアップポイント、純正パンタグラフジャッキと、ガレージジャッキでのジャッキアップポイントの方ですね、テキスト交えて、ご案内させていただきました。また次回もですね、こういったジャッキポイントってね、意外と、知らない場合もありますのでね、そういった車が、また入り次第いろいろ考察していきたいと思いますので、今後ともまたよろしくお願いいたします。